空が青いな。はい、おはようございます。今日はね、10月の4日土曜日でございます。はい。ここのところね、非常にですね、思い通りというか、理想通りというかですね、いいことが起こりまして、便利屋のね、仕事も、ほぼ途切れなく入ってますし、あとですね、リサイクルショップの方も、結構毎日、朝からやってるんですけど、お客さんがですね、来てくれて、そして商品もね増えましたし、はい、お友達もねだいぶ増えましたし、最高でございます。はい。でね、前もちょっとちらっと話したかもしれないですけど、引き寄せの法則、はい、大したことないんですよ、引き寄せの法則っていうのはね、はい、大したことないんですけど、引き寄せの法則というのは、願えば思えば、世の中で実現してくるという法則なんですけど、多分ほとんどの人がみんな分かってるとは思うんですが、なかなかやらないじゃないですか。はい。で、私の経験談でちょっとお話をさせていただくとですね、引き寄せの法則っていうのは、必ずあると思ってます。はい。で、どうしたら引き寄せられるかと、自分の理想の人生を送れてない人向けにお話ししたいと思うんですけど、自分の理想の人生を送れてない方っていうのはほとんどがですね、どうしたい、ああしたい、希望というか、望みというか、そういうのをですね、忘れちゃってるんですよね。はい。常にいろんなことを、簡単なことから難しいことから、はい、思い続けるということが重要となってまいります。はい。ですのでね、毎日サラリーマンの方とか公務員の方でね、忙しい毎日を送ってると、ついつい自分がどうしたいのかああしたいのかっていうのがね、忘れてしまうわけですね。はい。ですので、簡単にちょっと今日ラーメン食べたいなとか、焼肉食いたいなとか、そういうのはあると思うんですけど、もっと大きな人生この先ですね、どうなりたいのか、どうしていきたいのか、どういう人に出会いたいのか、どういう事業をやっていきたいのか、どうやって人に貢献していけるのだろうかとかね、そういうのをですね、頭で考えると、結構な確率で実現いたします。はい。ですのでね、皆さんもね、やってみてください。まず簡単なことからね、はい、ラーメン食いたいなでもいいし、はい、なんか美味しいパフェでも食べたいなでも何でもいいんですけど、はい、そうするとですね、その現実が、はい、数日後に、現れますんでね、皆さんも、ね、やってみてください。はい。で、その時に重要なのがコツがちょっとあるんですよ。コツがね、はい。それはね、ポジティブです。ポジティブ。はい。いわゆるネガティブなことを考えたり、いわゆる不安、恐怖、恐れ、妬み、憎しみ、そういう感情が自分の中にあると、そういう嫌な、ものを引き寄せますんでね、はい。自分は幸せなんだと、そして、自然に感謝しないと、引き寄せは訪れません。はい。ということでね、何言ってんだお前この野郎朝からみたいなね思われるかもしれませんが、現実として、経験談としてね、私は、今本当に最高の幸せの人生を送ってますんでね、はい。もし皆さんにシェアできればなと思ってお話しさせていただきましたということで本日もよろしくお願いいたします。人月。
はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。メルカリにアップする写真をね、撮っていきたいと思います。まずこちらね、はい。ふるさと日本の歌、レコードセットでございます。はい、レコード。そしてお好み、なんて読むんですかね、これね。お好みなんちゃら線、光学線かな。うん、これもビクターのレコードですね。はい、よいしょ。それとこちら、双眼鏡でございます。双眼鏡、こちらを写真撮っていきたいと思います。はい、それではですね、さっき撮った写真をね、メルカリにアップしていきたいと思います。はい、そしたらですね、こちらね、前回入ってきたコンロと、これがフライヤー、あとステンレスの棚、この辺をね、ちょっと水洗いしていきたいと思います。はい、ということでね、引き上げてきたね、ガスコンロで、もう油ベトベトなんですけど、はい、これをねちょっときれいにしていこうかなと思っております。なんで洗うんだという質問があるかもしれませんが、洗って、使ったり売ったり、したいからでございます。はい、汚いこのべちゃべちゃの状態だとね、買う気にもならないですし、使う気にもなりませんからね。はい、綺麗にしてって、もし使えるんであればね、なんかね、商売もできればいいかななんて思ったりなんかもしてね。はい、ということで、普通みんな洗わないでそのまま捨てるでしょうけどね、私はね洗って使います。はい、もったいないですからね。はい、ということでね、ちょっと冒頭引き寄せの法則お話ししましたけれども、これはね、現実として起こることでございます。はい、それでね、よく、人はね、他人はですね、自分の周りは、自分の鏡だと言われたりすることもございます。はい、なぜかというとですね、やはりですね、明るい人の周りにはですね、明るい人が集まります。はい、そして暗い人、いつも文句言ってる人、いつも怒っている人にはですね、怒っている人が集まります。はい、ですのでね、よく僕は、学校や会社で、いじめられるんですよと、言ってる人がいらっしゃると思うんですけども、ほぼほぼその原因はですね、本人でございます。はい、なぜかと言いますとですね、結局本人が、
笑わない、挨拶しない、元気でない、考えていること、思考していることが、そのまま現実となっているということでございます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日もねまたいっぱいちょっと物を持ってきていただいた方がいらっしゃいまして、こちらでございますね。はい、こちらトースターとかね、まあこの辺のものと、あとまたストーブ増えました。はい、それとね、この椅子ですね。椅子、はい、こちらが、あとまたね、よいしょ、オイルストーブが3台になりました。はい、ということでね、以上となります。これからね、久々にちょっと古民家の方の、また解体ね、頼まれましたんで、そちらに行ってみたいと思いますので、ドローンいたします。ドローン、ドローン、はい、また久々に古民家の方にやってまいりました。今日はですね、雨降り始めました。はい、まあ室内なんでね関係ないですけど、はい、今日は奥の部屋のまた天井床解体やっていきたいと思います。はい、ということでね、今日の作業部屋はこちらとなります。はい、まずね天井をぶっ壊していこうかなと思います。もう足場も悪いわ。これ見てください、これもうお化け屋敷でしょ。ほんと嫌だわ、ほんまに。はい、じゃあね、やりたくないですけど外していきます。まずね器具、よいしょ、外していきます。さあどうやって止まってんでしょうか。よいしょよいしょ。ここかな。いや、ここじゃねえな。よいしょ。はい、ということでね、天井をねぶっ壊していっておりますが、先ほどのお話の続きなんでございますが、やはりですね、自分が、怒り、恐怖、不安、妬み、文句、こういうのをですね、いつも言っているとですね、やっぱり、周りから返ってくるということでございますね。はい、ですので、まあ嫌なこととかね、起こるでしょう。はい、やはり、人間はね、必ず起こりますけれども、それを気にしないということでございます。はい、いつも笑ってね、笑顔で、こいつ楽しそうだなと、バカやってんなと、いう人の周りにはですね、やはり、そういう人が集まりますんでね、必然的に楽しいことがやってまいります。はい、ですのでね、皆さんもですね、自分の人生が楽しくない、もしくは思い通りではないと思っている人はですね、いや実は思い通りになっているということをもう一度よく考えてみた方がよろしいかと思います。はい、ですので、人よりですね、笑顔が足りない、感謝が足りない、楽しみが足りないっていう方は自らそれを引き寄せているということでございますので、ぜひですね、
もう一度考え直して楽しいこと面白いことを考えるとですね、自然とですね、あと感謝ですね、今自分の心臓が動いていること、酸素を吸えること、歩けること、車に乗れること、移動ができること、行動ができることに、感謝してですね、謙虚な気持ちで、いるとですね、おのずと、幸運がやってまいります。ですのでね、当たり前だと思わずにですね、感謝してみるのも、皆さんよろしいのではないでしょうか。ということでね、こちらが、本日の作業内容、天井ぶっ壊しました。はい、ということで、本日はですね以上となります。ありがとうございました。ニンニン笑ってねみんなね。はい、誰だということで今日はね久々に古民家の方にやってまいりまして、またね、引き続き、天井と床を各部屋ずつね壊してくれというふうに頼まれましたんで、はい、またねシリーズもんで、続くと思います。はい、今日はね一番奥お風呂の隣の部屋ですねの、天井をねぶっ壊しました。はい、まあとにかくね汚い、お化け屋敷になってますからね。はい、まあ、とりあえずね天井をぶっ壊せたんで、明日はね床、ぶっ壊していきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。月